おはようございます。画家のギソです。日本を描くというテーマで、皆様から作品を募集しましたが、今日は入選編ということで、入選の作品を取り上げていきたいと思います。60枚、61枚、落選という形にさせていただきまして、次は入選を40枚ほどにしております。なぜほどというかというと、ちょっとあやふやな部分があるんですね。で、あと残り16枚が入賞という形にさせていただこうと思っております。で、入賞はまた別でお届けしようかなと思いますので、ぜひお楽しみください。で、鬼好評という企画をしておりまして、一度こういうふうに皆様にテーマをですね、与えて、どういう回答が返ってくるのかなっていうのをちょっとやってみようかと思って、まだ見てない方はぜひ落選編の初めの方にそういう趣旨とか、東京芸術大学の入試問題なんかっていうのを載せております。こういったことをやって入試をしているんだぞということを勉強してもらうと、自分でもそういうテーマを掲げてみてもいいのかなとかっていう勉強にもなるかと思いますので、ぜひご覧ください。でですね、その落選編の中でちょっと一部画像がっていうことを僕多分言っているところがあって、実はその画像が1枚ない、ものがありまして、すみません、その方落選でございまして、こちらの作品でございます。私もよく知っている方というかね、この作品しだれ桜綺麗に描かれているんですが、これだけじゃ日本っていうのはなかなか感じ取ることはできないんじゃないかなということで、申し訳ございません。入選編の方に入っておりますが、すごくやろうとしていることはわかるんですが、じゃあこれをもって、素晴らしいザ・日本かっていうと桜ですよね、これだとね。だからその辺をちょっと自分なりにいろいろこれからアレンジメントしてみたり、この動画とかを見ながら、こういったものがちょっと引っかかってくるんかなとか、入賞となってくると、ここまで考えてるんやなとかっていうことが分かってもらえたら、皆さん公募展とか出すときとかも自分の中でしっかりテーマを掲げて、テーマがない公募展に関してもそういうふうにテーマを掲げてあげたりすると、案外見る側の人にとって単なる、風景画ですねとか、単なる生物画ですねというふうには見られなかったりしますので、ぜひ参考にしてみてください。そしてもう一枚はちょっとですね、こちらの作品はなんか鬼好評かなんかに出したけど、見てもらえなかったということで、今回ここに載せさせていただいております。ガジュマルを書いたということで、文章はどうこうかな、F6 号の油絵ということで、宮島のあれですね、青島神社っていうところのガジュマルを寝転がって撮った写真ということで、面白いですね。日本というテーマでも十分出せたのかなという気がしますけども、私が平成27年11月の展覧会で、私が特選を差し上げているということで、宮崎の方ですね。やっぱそういうね、やっぱ僕はそういう審査もしていたんですね。ということですけども、すごく面白いアングルと目線みたいなのはすごく面白いなと思います。たくさん私の動画とか見て、絵の具の物質感みたいなのをすごい大事にもっとされてみてください。せっかくガジュマルの木肌とか、僕もここの神社行ったことありますけどもね、非常に面白いですよね、ここね。なかなか幻想的な、ちょっと私もちょっと来年個展に向けて宮崎とか本当は取材に行きたいなと思っていて、この辺りとかのなんかあと岩のなんていうんですか、海岸のとこにわーっと岩がなってるところとかの海辺とかも描きたいなとか思ってたりするんですね。でやっぱりせっかくこれだけの木の肌を主として描いているので、ぜひですね、そういうところの絵の具の物質感みたいなのをどういうふうにこだわってつけていくかなっていうのは、少し例えば私が動画で上げているようなレンブラント調に描いてみたみたいな動画とかももしかして参考になるかもしれませんので、そういったものも参考にしてみてください。それではここからですね、入選作品ということでいきたいと思います。こちらの作品でございます。入賞にはなりませんでしたが残念ですが、初めての応募ということで30年余り描いておりますということで、大原美術館には何度も通いました。保木美術館にも行きました。長崎県美術館エドワルド・ナランホの自画像を生で見て、すごすぎてため息しか出ませんでした。よくお話に出てくる YS の画集も買って自分なりに勉強してみましたと。面白い発想が出てこなかったので、大好きな日本のうなぎを描いてみました。うなぎを描くというのはなかなか面白いですよね。命に感謝するイメージも重ねてみましたということで、すごく本当に日本的なもので、それをなんていうか
このしめなとこにあえてこう釣っているところなんていうのは自分の創意工夫みたいなのも見られますし、例えば日本の有名な作家高橋由一という人は鮭というものを荒巻鮭ですよね、書いて、それをお歳暮代わりに皆様に配っていた、お金がないから配っていたという話がありますけども、いくつかだから作品があるんですね。例えばそういうところからヒントとかも得れますし、この方はもしかしてそういうところからヒントを、日本のすごくこうアイデンティティとしてある高橋由一という絵描きさんからアイデンティティヒントを得て、ナマズというもの、そして日本のナマズというのがなかなかこう取れなくなってきて、養殖のものが多くなってきてみたいなことを私はこの作品を見て感じ取りましたので、入選ということにさせていただきました。そしてこちらの作品、面白いですね、アクリル画でですって F15 旧春到来、テーマ日本ということで高校野球をモチーフに選びましたと。今年の春甲子園球場で観戦、そうですか、劇的な試合展開も面白いですが、動と静の繰り返しの中でとりわけ動に移る直前の静のね、こう打つ瞬間のカキーンっていう前ですかね、瞬間がすごくこう素晴らしいと思って5月に描きましたと。描き始めてすぐモチーフの難しさに気づいて、ただただ平坦なグラウンドと色の変化の少なさに悪戦苦闘しました。広い球場の奥行きを表現することもかなわず力不足痛感ということで、いやそんなことはないと思いますよ。アクリル絵の具でやっぱりこれだけ深みがある色が出せているという油絵の具かなと思いましたので、そういうところも面白いですし、やっぱり日本のこの部活動文化っていうのはまた独特の文化で、世界の人から見れば滑稽なもんですよね。それでなんかこうメジャーリーグを見た後に高校野球見るとやっぱり全然違うなっていう感じがしたりとかして、それでもなんか泥んこになってね、最後負けたら泣いて号泣して、日本のなんか夏の風物詩、春の風物詩やなっていう感じがして、私個人的には甲子園球場じゃなくて大阪ドームでやらせてあげればいいのになというのをもう10年ぐらい前から言っている派なんですけど、こんな暑い中やるの大変ですけどね、あれもなかなか独特のあれですもんね。確かにこう奥の方にシューッともっともっと抜けていけばもっといいと思うんですけども、これはバックネットがちょろっと映っているところなんていうのはなかなかこう非常にいい緊張感を持って描かれているいい作品じゃないかなというふうに思います。40枚あります。どんどんいきますね。次の作品こちらです。面白いね。上手か下手かで言うと下手かもしれませんが、アンリ・ルソーのような世界観。今から20年くらい前に愛犬の散歩友達として知り合った渡辺さんの話を聞いて、本当に日本人らしい日本人だと思っていました。子供の頃大阪の塚本から馬車に乗って、重曹ですね、大橋を渡って福島区に来て、中学校高校の頃はずっとソフトボールをしていて、その時は日本もまだ貧しい時代で、藤井寺まで大会に行くのも電車代弁当代を個人持ちで、母親から優勝しても1円にもならんのにそんなもん行かなくてええわなんて怒られながら藤井寺の球場にシェアをしに行ったと言われていました。本当に世話好きで、近くにマンションができたらその管理人にその辺りの町内会を仕切りゴミ出し、防災訓練丁寧に教えてあげるような人でしたということで、渡辺さんを絵に描きたいという考え続け、10年悩んで渡辺さん長女夫妻から渡辺さんの話を聞いて写真をお預かりしてやっとできた。素晴らしい作品ですね。この作品エッチングにもしてるんですか。その作品を渡辺さん夫妻にプレゼントして喜んでもらいましたということで、PS 視聴者から作品に得点をつけてもらいたいと言われてストレスを感じられた様子でした。突然来るとね、今回はじゃあ点数つける回にしましょうとか言うてたらいいんですけどね、僕は得点というのはそれぞれ個人が感じている満点よりも別の世界でさらに、高い、グレードの満点があるため、自分の知らない満点の世界を知ることが上達への道しるべだと思って、私もそう思いますよね。点数80点取ったからやったじゃなくて100が0かの世界やと僕思ってるんで、なかなか点数化って難しいと思うんですね。で今回もやっぱり私の評価基準の中で、この作品というのはこれ今文章読むとよりこの渡辺さんという人がどの人か分かりませんが、渡辺さんどこにおるんか分かりませんが、マンションの管理人をしている感じの人もいるのかな。なんか結婚式でなんかとか犬の散歩で知り合ったとか、いろんなその場面描写をなんか日本人の世話好きという感じというか、世話が好きという
いうか、あれですね、表裏じゃなくて何ですっけ、なんか表裏とかいうやつじゃないですか。なんかそういう感じがすごくこう絵に出ていて、パッと見た時になんかこう昔の日本的なものを表してはるのかなと思ったら、渡辺さんのストーリーを書いていたということで、非常に面白いかなと思いますよ。そしてはい、こちらの作品です。いいですね。書道でバスッとこれ書いてるこの漢字というのがですね、136回でコメントをいただいて、85歳ですって。お元気ですね。和木康夫美術館には1回行ったことがありますと。上田市の無言館にも行きました。私より少し上の芸大の学生さんたちの家族、恋人たちへの思い。無言館っていうのは、あれですよね。戦争に行って亡くなられた方の若くして、美大生だったりとかして戦争に行って亡くなられた方の絵を集められているところだと思いますけども、胸が熱くなりましたと。今回は日本というテーマですが、筆の町熊野で毎年筆祭り、熊野町なんですか。でも出身は違う。熊野、この方熊野というところですか。日本行われるイベント、去年今年と中止となったので、ということで書いてありまして、この筆のね、このズバッと置いてある黒がすごくこういいんですよね。筆からズバッとこれ一発で決められたんでしょうね。他のところに関してはどちらかというと密度を持って書いてるんですけども、でこれを例えば顔まで書くんじゃなくて、顔のところズバッと切ってるところがいいじゃないですか。上半身のところで切ることによって筆というものとその一手にバスッとこう置いているというこの潔さみたいなのが僕すごく好感持てるいい作品だなというふうに思いますよ。はい、次こちらの作品です。富士山選ばないじゃないですかっていう感じかもしれませんが、これはですね、先週アリゾナのセドナの作品を褒めていただき恐縮ですと。今週は日本は海外在住者にとっては大変難しいテーマ。そうですか、難しかったですか。私は出身静岡ですので故郷を思い出して、富士山を少しデフォルメしました。とにかく空の色が濁って満足できないですが、うんぬんかんぬんということなんですが、そのイメージで描いてるからいいんですよ。イメージで。要は見ながら、写真を見ながら描くとかっていうんじゃなくて、自分の故郷を思って描いていて、そしてこの輪郭線に白を描いているところ、確かに空の色とかはあんまり綺麗じゃないかもしれませんが、やっぱり自分の印象に残っているものがどんどん浄化されて、必要なものの色として、富士山の色を紫色にしているとかっていうのとか、故郷を思いながら描いているということですごくこうシンプルに、絵がまとまっていて、私はすごく素敵な作品だなというふうに思いますよ。もう一個こう入賞となってくると、やっぱプラスアルファの部分の要素というのが必要になってくるんじゃないかなと思いますが、すごい素敵な海外在住者の人は逆に日本を引いたところで見て、こうだああだっていうふうに捉えていらっしゃる方もたくさんおられました。さあ次の作品こちらですね。絵にできないでしょというようなところを皆さん絵にしていますね。鬼好評最終回、投稿させていただきますということで、そうですね、これ149回目、最後が150回目になろうかと思いますけども、課題日本について日常あるものといえば畳とか障子ですねがありました。自分が日頃やっている障子張りを日本の仕事に一つ、障子張りを仕事にされているんですね。ということで、作業で同僚が障子の桟に、ハケで糊付け作業をしている姿を描きました。明かりを消して、窓から光ののみで明暗をつけて写真に収めて描きましたということで、F65 ワトソン透明水彩ということでございます。こういうことですよね。なんかこう障子にこう大和のり的なものを塗ってそれにヒューッと貼っていく作業なんていうのはやっぱり日本の固有ので、これ面白いのは塗っているとこと下になんかもう段ボールのゴミみたいなのがぐちゃぐちゃとなっている、なんかこういう生活感みたいなのっていうのは好感が持てるというか、日本の狭い家屋の中でやっている、家屋とか作業場の中でやっているような雰囲気を感じるということが絵から受けた印象ですよ。でそういったところがすごく面白いなとも思いましたし、このピンク色にしているところなんかなかなかこう攻めてますもんね。で、絵画にしようとしている感じ、下地の色がピンク色にしてるなんていうのはなかなか攻めた色使いで、これはこれで面白いんじゃないかなというふうに思います。
こういった感じでですね、もうなんか日頃絵にならないような、本当に例えば、農作業をしているような人を描いてみるとか、落ち穂拾いなんていうこうね、ことをしているミレイなんていう人はそういうこう日常の生活を描いているとか、そういったものも実は絵になるんですよということを指し示してくださりました。ありがとうございます。そしてこちらの作品、どうですか、ズバズバズバっとこうね、新潟の玉ねぎ乙女さんだそうです。鬼好評お疲れ様でした。本当に私の動画に出会って自己研鑽の終わらない旅に出発することができて頑張ってください。これからも動画見ながらコツコツ頑張りますということで2本、1月14日夕暮れという、雪深くならない頃の新潟の冬景色。日本海側の冬の空はほとんどグレーの空ですが、たまの晴れ間で、雲のない夕方、このような柔らかなピンクの色の空も広がりますと、貴重な晴れ間なのでとってもロマンチックで、日本の住宅街は電線の重なりで見ているうちに富士山にも見えてきました。そういうことね、確かに、富士山に見えてきますね。どこかで言いましたよね。確か落選のキーのこのアーチ、これ富士山にしちゃえばみたいなこと言うてましたけど、この方は多分そういう風に実際に見えてきて、山々に見えてきて、もう描いちゃえみたいな感じで描いたのかもしれませんし、僕もこれそういうところで、電線とかっていうの海外行くと大体地中に埋まってたりしますけども、日本っていうのはすごく張り巡らされていて、その日常の生活の中で暮らしていると、それは違和感がないものになってくるんですけども、海外行くと、あれへんなっていうことに気づいたりするんですよね。なんかこうそれがなんかこう絵の中でアクセントになって大きなやっと晴れ間が見えたっていう、空をすごく大きく置いていることと雪の白さみたいなのがすごく画面の中で響き合って、綺麗な素晴らしい作品だと思います。これを見たら日本という感じが私はしました。次の作品こちらですね。3年くらい前に水滴のついた蜘蛛の巣が綺麗だなと思って写真を撮っておきましたと。背景は古い日本家屋、すでに解体されていて蜘蛛の巣はよく壊れますが、解体は道路の拡張のためで、蜘蛛は何度も巣を修復すると。原爆後の復興を長崎広島にも行って胸に迫るものがありましたと。自然災害の多い日本でも日本人は、尽力してきました。そして今も多分これからも先人と今を生きる人たちへのささやかな祈りと未来の人へのエールを込めて描きましたということで、アクリルガッシュダーマトグラフも使って F6 号ということで、これね僕パッと見た時は面白いなと思いましたよ。蜘蛛の巣前回鬼好評かなんかで蜘蛛の巣どう書いたらいいですかって言われて知らんって言ったことあるんですけど、これなんか僕ねこの輪の部分っていうのがなんかこう日の丸的な太陽のような日いずる国日本的な感じにも見えてきて面白いなと。それで文章を読んだら日本家屋とその雲とまたそれが復興していくみたいなイメージみたいなのをちゃんとこう照らし合わせながら書けているということで、これを見た人が日本かって言ったらそうかもじゃないかもしれませんけども、なんかこう日本らしい家屋、この屋根の形とかね、色とかっていうものとかそれにこう雲というものがいいアクセントになって響き合ってる素晴らしい作品で、真ん中の方も細々書いてますね、という感じでございます。そして次の作品はこちらですね。ランドセル、そうなんですね、ランドセルですね。ギガがぶっ飛びのかな何ですか、日本と題しましてランドセルを選定いたしました。理由は日本独自の文化だということ。他国ではランドセルを背負い学校に登校する姿がないのです。私には4人の子供がいますが、全員このランドセル背中に背負い行ってきますと元気な姿でみんなと並んで登校しているのは日本の風景の一つではないで、そういうことですね。十分絵になると思いますよ。いろんな諸説ありますよね。後ろに倒れた時に頭を打たないためとか言ってめちゃくちゃ重くなって後ろに倒れたりしてましたよね。そんな時、物置からランドセルを見つけてあの時のことを懐かしく思う反面、もう使われないランドセルを見て物に対しての哀れみを感じてこのような絵に描きましたということで B5 透明水彩色鉛筆だそうです。やっぱそういうこう本当にこう日本独自のもちろん焼き物とかそういったものも落選の中にありましたが、
ランドセルを絵にするっていうことはほぼ僕は見たことがなかったので、ランドセルを背負った子供たちっていうのはあるんですけど、単体で見てみたらよくカバンとかを絵にするのはあるんですけど、ランドセルというのはなかなかないなっていうのと、このドラマチックに光を当てているということが、なんか自分の子供たちが巣立っていった哀愁みたいな。でもそれでもランドセルってめっちゃ高くて、何万としますもんね。そういうものも感じさせてくれて、6年間も使うものってなかなかなかったりしますけども、あるかな、あんまりないじゃないですか。でそういったものの哀愁みたいなのを感じさせるいい作品だなというふうに思います。そしてはい、こちらの作品です。刀だっていう感じですね。ワトソン15、21センチ、水彩とアクリルですということで、北海道の方、写真を絵画にする努力をしなさいということでしたが、想像力のなさを痛感し投稿するのをやめていましたが、今回新たな企画で面白いなと思いました。コロナ禍なので家の中で2本と家の中で探しながら、刀があったので大丈夫ですか？これ銃刀法的には大丈夫なんですか？よく知りませんが、あったので、何のひねりもなく超ベタですが着物と一緒に描きました。なんかこう刀全部とかね、着物全部じゃなくてこの部分をピックアップしているところが面白いなというふうに思いました。ちなみに刀は模造品って書いてましてよかったです。新選組、近藤勇が所持していた、虎鉄というものだそうですよ。模造品ですね。私どっかで言うたんですけど、うちの、じいちゃんが戦中に持っていた日本刀かなんかを軍に戦後負けて軍に返さずに、家の軒下の中に隠し持っていた、あれはどうなったのかなっていう非常になんか気になっていますけども、もうばあちゃんも亡くなったんで家ももうないんですけども、ちらっと見せてもらって、これと子供の頃思ったことを思い出しました。なんかこれぐらいピックアップしてくると、なんか絵画としてまたある程度成り立つし面白いなというふうに思います。はい、次の作品はこちらの作品です。もう日本のものをいっぱい混ぜ合わせましたね。車椅子の犬のものですということで、校長先生でしたっけね、先生の動画と出会ってから自分なりに学び理解したことをお粗末ですが表現の中に取り入れてみましたと。絵は F10 アクリルキャンバスボードに描きました。背景は10年以上前の夏祭りの京都ですって、お茶どころから外を見た風景がベースになっています。日本をイメージして考えたとき、自然、ビル街、赤、調和、成熟等が思い浮かびました。背景は木陰に行くと木漏れ日が特に綺麗に感じるので木漏れ日としました。そして屋根と屋外の2つの空間を意識させるために、ということでございます。すみません。で、なんかこうやっぱ日本の昔ながらのおもちゃみたいなのを置いているところと、ザ・日本っていう感じに書いているところっていうのはすごくこう好感持てて、こう積極的にこの課題に対して取り組もうとしている感じがするんですね。だからたまたまあったこう京都の景色を描いただけじゃなくて、それにプラスアルファこういう風に入れることによってより日本感っていうのが出ていますし、このコマなんていうのは実際に回っている瞬間を描いているわけですから、何かこの瞬間描写みたいなものも絵画の中の要素として入ってきているところなんていうのは、上野のれんなんかも面白いですもんね。面白いなと思います。さあここからじゃあ賞を取っていくとなるとどういうことかというのをまた次の時の動画をお楽しみいただければと思います。はい、そしてこちらの作品、この方もね、入選はするけども入賞はしないということを言っていた方かな。今回公募展のつもりで出品させていて残念ですね。入選でしたね。先生のどんな選び方して持たれるのか今から楽しみです。最近先生が紹介していただいた山田五郎さんの YouTube 面白いですよね。ルソーうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんということで、先生の YouTube として技術考える情熱などそれこれからもよろしくお願いしますと。でこれおそらくマスク今つけているということで、これ妊婦さんですかね。妊婦さんお腹が出ているような感じがしますよね。それで和紙的な日本の柄みたいなのを貼っていると。でここまでなんですよ。だからこれ以上のことが何かが出てきたらもっともっと良くなります。何かこう今の現在あるものをただこうひっくるめてごちゃ混ぜにして載せてると。落選はしないけど入選はする。じゃあプラスアルファじゃあこれがっていう先のところが自分の中でこう伝えきれていければもっともっと面白くなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりをぜひですね今後もこう考えて、これからプラスアルファということで、妊婦さんがマスクをして屋外に出て不安そうに歩いているというような感じでしょうか。
そこからプラスアルファですね。これは例えば世界中に起こっているような現象でもあるわけですよね。ただ和紙とかをつけているっていう背景とかにつけているということで日本らしさを表していますけども、入賞はおそらくこう表現として面白いというか技術的に面白いので十二分に入選はするとは思います。そしてこちらの作品、残念でしたね。これ僕なんかこう落選の方で白壁と紅葉となんかみたいなのでもっとこの辺だけでも日本的に表せんじゃないですかみたいなことを言ってると思うんですけども、こんばんは。新企画日本、これ一回こっきりですけどね、よろしくお願いします。お題に私が着案したのはわびさび、やっぱそういうことですね。これに決まりました。自宅の庭や自宅の周りや通勤途中出先で出会ったものにフォーカスしました。飛び込んできたのは日本全国どこにでもある透かしブロック塀ですと、セイガイハとかミヤマというらしい。この形ですか。日本古来から伝統的な模様で縁起物だそうですよと。経年変化により風化して色あせた鉄板部分や苔蒸し始めたブロック、薄汚れた壁面にわびさびを感じました。これぞどこにでもある日本だというそういうことですね。特に力を入れたのはブロックの影の部分に、深緑色を着色して深みを出してうにょ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 ということでございます。8号って書いてましたっけね。ライブペイントでこれ言ってましたけど、そういうことですね。これだけでもこのブロック塀みたいな本当になんかドラえもんの空き地にある土管とかドラえもんの世界の中に出てくるブロック塀ってもうでもあんま見なくなりましたよね。あれって昔ようありましたし、土管みたいな感じのものの中にね、なんかちょろっと覗いたら変なおっさん住んでたりしましたもんね、昔ね。昭和の時代の話ですけども、なんかこういうことでいいと思うんですけどね。私だったらもっと大胆に行くかなと。水の面もっとデーンとするとか、なんかこうもっとぐちゃぐちゃと書くとか、なんかこうそのあたり着眼点みたいなのは面白いと思うんですけども、じゃあこれがプラスアルファ絵画としてもっともっと成り立つために、何かこう一工夫二工夫あっても面白いのかなっていう気がしますけども、着眼点とかはいいと思いますよ。十分これでも絵になるということを指し示してもらえてます。次の作品こちらです。この中で展覧会中心になった中、私の動画じゃないですね、動画に出会って本当に励みになりました。ありがとうございました。ボツになるかもしれませんが、テーマ日本に応募しますと。何年か前の作品に加筆しましたと。ザ・日本のおじいちゃん、鼻が小さい手が大きい、地平線が二分割するなど欠点だらけですが、最後の記念に応募しますということで、これめっちゃ面白いなと思いましたよ。日本の農業をなんとかしてくれという感じの雰囲気がですね、僕はなんかすごい面白いなと思って絶対選ぼうと思いましたよね。で分割線も逆にこうど真ん中っていうのが案外面白くって、何ですかね、目のこう角度とかと後ろのこうあぜ道の角度が同じとかっていうのが案外面白かったりしますよ。日本の自民党さん農業をなんとかしてください。すみません、なんか政治的発言をいたしましたが、なんかこうそういう感じというのは面白いなと思いました。じゃあこれはもう一歩先に進めていくとなるとどういうことかな、どうしたらいいかな、ちょっと分かりませんけども、なんかこうそういうなんか今水害が多くてなんか大変ですと、農業も大変、台風も最近多くなって大変ですというようななんか悲哀感みたいなのは私見て感じました。勝手に感じ取るものでございますね、こういうところはね。はい、次の作品こちらです。ね、変な絵選びやがってこの野郎と皆さん思っていますか。こんにちは。長野の方、いつも楽しく動画拝見していますと。前回骨折し退院後に描いた自画像を優しく公表していただきました。おかげさまでとても元気になりました。鬼公表の方はとても楽しく勉強になりました。また最初から皆様の絵を見たり、先生の公表を見直したりしようと思います。これからすごい財産になりますと。今回日本のをテーマということで大好きな子供たちを描きましたということでね。to the future って未来へっていうことでね、いろんなところにいろんな子供がいるという情景を描いていて、技術的にはそんなに達者な方ではないとは思うんですが、僕はその思いというかものすごくまっすぐに、本当にこれから子供たちというのがもっともっと増えてきて日本も豊かになっていってほしいなという願いが十分に絵から伝わってきましたので、入選とさせていただきました。なんか日本のところも花とか木とかにしているところなんていうのはすごくいいなというふうに思いますよ。
まだちょっと文章ありました。モデルを私のファミリーの孫たち。ああ、そうですか。個人の楽しみの絵からももっと普遍的に描いていきたいというのが課題でした。やはり難しいです。先月、孫が3人、双子ちゃんがいました。全部で7人。これ7人書いてあるのかな？ 1、2、3、4、5、6の7人書いてます。お孫さんが住んでいるあたりですか？すごくいいですね。ちょっとすみません。長くなりますので、このあたりにしたいと思います。次の作品、こちらですね。折り紙ですね。やっぱ折り紙いいですね。日本をテーマに、日本というと大きなものから少し絞り込んでいくと、日本、生まれ育った広島、原爆、平和、発信、折り鶴、たどり着きました。二度の戦争に行った私の祖母の言葉、戦争ほどひどいものはないと、絶対に戦争はするものではない、幼い頃聞いた言葉が忘れられませんと、人類の永遠のテーマ、世界平和について思いながら描きましたということで、F8 号アクリル絵の具だそうです。ほんとシンプルに、こういう折り鶴とかね、千羽鶴とかって絵があるんですか？よく分かりませんけども、そういう文化みたいなのを子どもたちが紡いでいくというか、次の世代へつながっていくようにという願いが絵から見て取れましたので、今回は入選ということにさせていただきました。こちらの作品です。ね、縄文ですか、これは。131回に続いて2度目ですと言って、縄文の祈り、油絵 S25、都市の開発が進んで各地遺跡が発掘されて、縄文時代、紀元前1億4000年頃から紀元前4世紀頃が徐々に明らかになりつつあります。その時代は争いが少なくて、共助の精神が旺盛で、自然や祖先を大切にする時代がありました。そして世界遺産に登録されましたということで、今の日本人が見つめ直していく、ものは何かを考えさせられる時代ですねということで、本当に実際のものではない、実際の手元にあったり、写真を撮ったりするものじゃなくて、いろんなものを組み合わせて、描いた作品で、うまいか下手かでいうとそうね、でもなかなかこの縄文のこういう土偶であるとか勾玉的なものとかっていうのを絵にしようとする息を感じますよね。心意気というか、そういったところを十二分に感じる作品だなというふうに思います。次の作品こちらです。私の方が上手じゃないかとかって落選してたという人を持ってるかもしれませんけどね。そのあたりというのは多分公募展っていうのは上手でもちろん入選することはあると思うんですけども、こういう、お遊びでございますから、あんまりカリカリ されないでくださいね。長井田先生のこれもし名前とかね出してたらやっぱりカリカリされるかもしれませんけどね、ぐぐっと我慢していただければと思います。ありがとうございましたと。間もなく80歳、負けたくないと思いつつ、両足人工関節のハンディ、そうなんですか。ですが、小さな個展を開く、夢のために毎日スケッチブックを抱え、手と頭を動かしてますと。日本の記憶、昭和の記憶ということが題名だそうです。F4 ウォーターフォード、ウィンザー&ニュートン、ホルベイン、毎年夏休み母方の岩手でお盆を過ごしていた頃を思い出して描きました。子供心に、お盆祭りは自分のルーツを知る機会でもありました。ゆったり流れる時間がその頃に班にあったように思い返されますということで、すごく本当に親戚の集まりとかね、なんか昔あってみんな同じような髪型しててみたいなとか、結構面白かったりして、そういうすごくこれね、柔らかい線、優しい絵で僕すっごいこれ好感持てたんですね。肩肘張ってないところがいいんですよ。肩肘張って上手に描こうとか何しようとかっていうんじゃなくて、何か柔らかいこの人柄と、そのなんか包み込むようなお孫さんたちか、自分たちの子供の頃なのか、膝のところになんか怪我した跡があってみたいなとか、すごく優しい雰囲気みたいなのがこの方が思う日本というものを感じさせてくれて、私はこれを選ばせていただきました。そしてこちらの作品です。でこれはちょっと富士山と似たようなうさぎとなんかってありましたけど、なぜかこちらを選ばせていただきました。なんかですね、この競走馬がいろんな種類があって面白かったんですよ。で、こんばんはと、構図や技術はまだまだでお恥ずかしいのですが、ただただ描きたいという気持ちで、今回描かせていただきました。日本で活躍した名馬、やっぱそこなんですよね。いろんな種類がいるということがまたちょっと面白くて、馬やけどもそれなりのそれぞれの個性が日本というバックボーンで富士山というものがあって、
て、個性があってということをもっともっと今の日本っていうのは感じた方がいいんじゃないか的に見えました、勝手にね。ということです。いろいろありがとうございました。なんかお別れみたいな感じで皆さん書きますけどね、別にはお別れじゃないですよ。そういうところで何かこう馬をいろんな種類を書くことによってプラス日本、を代表する名山富士山当然ですね、が書いてあって、これが、ね1匹だけやったら、馬とあれかなみたいな感じでただ書きたいもん書いたんかなっていう感じがしますけど、いろんな種類があることによって私たち見る側っていうのは何かいろんなものを想像させてくれた作品かなと思います。そしてこちらの作品です。なすびですね。やっぱりですね、なすびですということで、テーマは日本ですが、現在の状況を何とか表したいと思い、手元にある3つのなすびで表現してみましたと。1富士2鷹3なすび、なんとか良い方向へ、世の中ですね、いい方向へ行ってほしいということで、でもこれいろんな方向なすびが向いているのも面白いですね。なんかね、もうすごいシンプルなんですよ。構成としてもすごいシンプルで、でもなんかこうなすびというもののこのちょっとずついびつな形みたいなのも面白いですし、なんかこの、白いこう陶器がちょろちょろっと見えている感じっていうのはちょっと有田焼的な感じもあって、もちろんこう陶器だけを描いたというんじゃなくて、プラスアルファなんかこういうのとかを入れたりとかっていうこととかをしているところなんていうのがすごくこう絵画的で僕は面白いなと思って今回評価させていただいた次第でございます。そしてこちらの作品です。ザ生活必需品ですよね。もう卵焼きのこの四角いフライパンと土鍋ですよねとかね。この方ナイロビですよ。ナイロビからこんにちは。仕事で海外を転々とする生活も20年ほど経ちました。生活に欠かせない日本食を釣るための和の調理器具用具を描きました。油絵80センチ40センチです。右は鈴製の卵焼き器ね。やっぱそうですね。幅18センチの大きめです。初めての生物、いいですよ。これよく描けてますよ。絵の具の筆致とかデッサン力的なものとかすごくいい。もうちょっと構成的にもうほんの少し1センチぐらい上に上げていいかなと、影の部分までこう入れてあげてもよかったかなっていう感じがしますので、実際を見ながら描いたということですね。家族友人のお父様を動員して要所要所コメントもらえるのいいですね。描くのですが、上から覗き込みすぎていると指摘を受けました。覗き込みすぎより下が詰まりすぎてるかなって僕は思いますね。影の形が向こうに逃げていってたりすればいいんですけど、こっち側から来てる感じがするんでですね、こっち側って言ってもわからんですね。今年4月に高校ぶりに油絵を描き始めて合計4回、大変刺激になりましたと。ケニアやこちらに在住している画家さんたちにも一緒に描いてもらったり絵を見てもらったりしていますということで、ケニアに在住お家柄がやはりお国柄が出るようで、自分の細かさや細い筆をたくさん持っているあたり、自分の中で日本人を感じながらますと。アフリカンアートはダイナミックなものが多いですということで、ございます。面白いですよね。これぜひこの方、見ながら描いてこれだけ描けるっていうことはすごくこう上達する可能性を持ってますよ。やっぱり見ながら描くと若干形とかにこう問題が出てきたり、絵の具のこう物質感みたいなのがうまくいかなかったりっていうことはあるんですけども、この方に関してはそういうこともなくできてますし、こう奥行きとかの出し方とかも非常に上手ですので、非常にこうぜひですね、ケニアの方で圧倒的な画力を見せつけて、日本人っていうのはこれぐらいの画力を持っているんだぞみたいなことを見せつけてあげてみてください。次の作品こちらです。ねえ、面白いの選びやがるなこのおっさんって感じでしょ。テーマ2本、タイトルは八挙に残った上手投げ対下手投げ。いいですね。北斎と国吉へのオマージュ、またパクリはいいと思います。絵画というよりいやそんなことないですよ。海外の方には受けると思うんですが、さてどちらが勝つでしょう。体勢としては下手投げが有利だそうです。下手投げはどっちになります左側の人ですね、ということで、しかしグーっぽい下手力士の点に対して、上手力士はパーで優勢。そうか、グーっぽい方が下手ということで物言いがついて取り直しになるかもしれませんということで、すごく面白いですよ。
これ足がピーンと伸びているところと富士山のこの形がピーンという緊張感、この背景の雲まで緊張感持って描けばもともと面白かったのになと。逆に漫画的にペタッとフラットに描くんやったらフラットに描いてしまって、あんまり上手に描く必要ないんで輪郭線とかもくくっちゃうぐらいの気持ちでやってみたら、すごくこのコンポジションって構成ってすごく面白いので、その辺は自分の得意なところ、この発想とかの面白さみたいなのが得意やったら、そっちの方でどっちかというと攻め込んでいった方が楽ですよ。非常にアイデアを持ってらっしゃる、面白いアイデアを持ってらっしゃる方だなと思います。次の作品こちらですね、小木曽先生に大きい感謝玉を打ち上げましたので、どうぞお受け取りください。笑顔でお別れ。なんかおかしな話ですね。なんで皆さんお別れなんですか。結構ね、案外ライブペイントとかやってますけどね、あまりに綺麗にはできませんでしたが、いろんな国の言葉でありがとうと書き、そうなんですか。書き込んであるんですか。このあれですね、花火の中に書いてあるんですわ。すごいですね。蚊取り線香ね、日本の夏蚊取り線香ですよね。日本の夏のあれですね、風鈴、浴衣うちわ、この方はあれですよ、猫のウィーンで開かれている方ですね。もう何十年も見ていないそうですよ。とても懐かしいです。打ち上げ花火ありますが、これやっぱり蚊取り線香持ってるってとこがいいですよね。蚊取り線香持って、なんかあれみたいですね、イッテ Q の妹さんみたいな感じが見えて、で花火もなんかですね、これなんかピューッと花火というのに文字が書いてあるところの面白さみたいなのもありますし、うちわとかもこの方は上手になってきましたね。楽しみですね。いつかまた鬼コーヒーをちょろちょろとやる機会あったらまた送ってきてもらうためにちょこちょこやっといてくださいね。趣味化社のアクリル絵の具 30×40 ですだそうです。非常に面白い作品ですが、入選止まりで、多分今後こういう感じでアイデアも豊かな方で技術も伴ってきたらもっともっと良くなるかと思いますよ。次の作品はこちらですね。83歳の老体です。鬼高評会十数回応募させていただきましたということでございますが、毎回私のトーク楽しく拝聴して、まるで学生気分で聴講している老体ですと。自分でも分かるほど筆が上達したことを実感。そうですよ、上達しましたよね。思えば感謝しかありません。本当にありがとうございました。今後画伯のアップ動画ぜひ勉強してください。さて今回テーマ日本、種々あるジャンルの中で日本を表現があると思いますが、老体は人物で表現してみたく、現代社会の社会情勢、コロナ禍の日本、無観客のステージ、これ見てすぐ分かりましたと題しました。日々生まれるコンテンツの中でアートやミュージックは老体の人生に良い影響を与えてくれます。感謝ですということで、実際に舞台でプロ無観客ステージ歌っている舞台袖で老体が撮影しましたと。友人の娘さんだそうですよ。ちゃんと画像使用許可済みということで、これ僕ね、後ろね、大変ですけどね、もう僕やったら国立競技場みたいな感じにいろいろ違う席まで頑張って書いたかなと。それぐらいしてあったりしても、それは今の日本ということかもしれませんけども、あっても面白かったかなと思います。なんかポツンといる感じっていうのも面白いですし、ちょっとこう中高年的な雰囲気、お嬢さんって書いてありましたけども、いう雰囲気も何か今の日本を表しているのかなという感じがして、ちょっと面白い作品だなと思って選ばせていただきました。サインもかっこいいですね、この方ね。サインを褒めるってあんまないですもんね。次の作品こちらです。今回は高評価というよりですね、公募展という形なので、一枚一枚3分も触れることはちょっとできませんけども、4回目の投稿ですと、サザエとビー玉、あの方ね、お言葉、構図勉強方法を教えてくださり、本当に助かりましたと。生物画の時は必ず実践します。今回のお題、日本、いい面悪い面住んでいるからなお深く考えました。結局先生のヒントにすがり、ざっと言いましたね、描きましたと。近所の古いアーケードの隙間から夕日が差し込み、影にしか見えない人が逆に美しいと感じて、しかもコロナもその人々の生活の中で生きようとしているそのような絵を描きましたということで、F6 号透明水彩とガッシュだそうでございます。やっぱりすごく小気味よくリズムで描けていて、マスクをちょいちょいとつけてる雰囲気なんていうのもいいですよね。すごく感染増えてても東京なんていうのは人がすごくいっぱい歩いているとかっていうのを映像を見ると、わあすごい、分からんけど医療従事者の人が見たらこういうのはあんまりね好ましい状況じゃないんやろうなとかって思いながら、僕なんか本当にもうなかなか家も出なくて、買い物に一緒に付き合ってちびと誰もいない時間に公園行くぐらいしかあんましませんもんね、最近ね。
僕なんかこう周りとかまでこんな色塗らんでも十分この人やったら絵にできるんちゃうかなという気がするんですね。もう少しこう筆致とかを大事にしながらベタっと塗ることっていうのはあんまりせんでも十分絵にできるので、そういう自分のこう得意なところっていうのは大事に生かされていけばいいかなと思います。次の作品はこちらです。ね、イラスト的な感じ、可愛らしい絵ですね。可愛らしいです。鬼好評お疲れ様でしたと。いつも外野で楽しく拝見していましたが、今回きっと最後の企画かもしれないので、思い切って初参加かな。私は昔漫画家。やっぱり今回は、今はパステルで、少女と花をメインに描いて SNS 等にも上げていますと。この絵は描いた時は漫画1、日本にも出す気になった時のためにとひっそりと思いながら描いていたものですということですね。絵画という感じ。自分絵画という感じがしますよ。A4 サイズ、主線はコピック、ハードパステル、ソフトパステル、パンパステル、キラキラするパールメディウムを少しかけてますということで、日本画用の青金っていうのかな、銀も少し使ってますということで、うんぬんかんぬんぬんかんぬんということで、すごいこう素敵な作品ですよね。いい形を、例えばデッサンかなんかをして、そこからいい形を抽出する訓練を常日頃からちょっと難しい曖昧な言葉を言うてますけど、されていったらもっともっと良くなると思います。すごく色使いとかも綺麗ですし、例えば横顔を一回しっかり描いてみて、この絵じゃなく下図の段階かなんかで、そこから何度も自分のいい形、自分の癖に持っていかないで、自分でこうかなっていう試行錯誤したいい形を訓練をして、それを例えばトレースかなんかしてこちらの形に移していくということをされていった方が、はっきり言ってしまうと自分の得意な形っていうのがありすぎるんです。この絵を見ると。だから例えば正面で描くときはこういうふうに描く、こういうふうに描く、こういうふうに描くというのがちょっと見えてしまう。でもこれから長いこと続けていかれるならば、そこでやっぱこうかな、やっぱああかなっていう段階を前段階に作ってあげたりすると、もっともっと上達すると思いますし、これだけ柔らかい素敵な色とかを使えますので、もっともっと高みをぜひ目指されてみてください。今回実はこういった感じの作品が 2,3 点ありました。で入選ということは入賞の方にもう少しもしかして、レベルの高いものが上がっている可能性があるということがあります。はい、じゃあ次の作品です。こちら面白いですね。日本浮世寿司っていうことで、寿司を食うてますね。もう本当にこうダイナミックに、F45 アクリル絵の具だそうです。外国の人たちに日本とはと尋ねたらこう答えるであろうと思うものを書きました。浮世絵と寿司の融合ですということで、日本画の手順を調べて、そうですか。そのように書きましたということでございます。やっぱこういうことでいいと思いますよ。もっと線とか綺麗やったらいいんですけどね。ここのとこにも寿司面白いですね。一個一個のこう、うわー綺麗な線やなとか、わーっていうぐらいまで書いてあったりすると、手の形なんかもなんか本当にこう品よくこうなってあったりすると、もっともっとこう良くなるのかなという気がします。でもこういうアイデアの出し方みたいなのは非常にこう好感が持てますので、ぜひこの調子でぜひ頑張られてみてください。こういったものも出てくるかなという想定はしていて、でこういったものでもうわーこれも作品に成り立ってるやんぐらいまでいってくると、すごく面白いなというふうに思います。行きましょう。こちらの作品です。こちらね、日本のアーティストといえば岡本太郎っていう感じですね。爆発だですね。日本の塔といえば五重の塔、東京タワー、スカイツリー、私には岡本太郎さんの太陽の塔ですね。万博公園に行くたびに元気をもらいます。私の青春のシンボルですということで、題名は終日、背景は夜に、手前は昼にしましたということで、現代日本のアーティスト小木曽先生好評よろしく。初代の方ですね。宝塚劇団の方々、いいと思います。太陽の塔をあえて夜に描くということは、本当にこう芸術的なモニュメントをまた絵画にするということですごくこう面白い取り組みだなというふうに思います。なんか構成的に例えばすごくこう空がでかくて、まさにこれが月みたいな感じに頭がなってるとかっていう、空の中にボンとあってとか、なんかプラスアルファあったりするともっともっと面白くなってくるんちゃうかなという、構成的に。ただ太陽の塔を夜描いたというだけじゃなく、そこに何かストーリーを見出せるようにしていけば、もっともっと面白くなっていくかなというふうに思います。こちらの作品です。
なんかこれはですね、抽象的な夏の日差しみたいな縄文のひもろぎっていうんですか、122回以来3回目ですが、よろしくお願いします。前回は川の景色、写実ベースに飲酒派もどきでしたが、中途半端とのことで、その後写実性を深めるべくデモ動画を見て勉強しました。しかし今回最後になるので、あえて印象派的に、部分なんていうのかな、を描きましたと。描いてみました。モチーフは炎天下に見上げた神社のご神木ですということで、強い木漏れ日と影が絡み合って凝視すると遠近感が増してきましたということで、なんかこう神様が降りてくるようなご神木ということで、これに関しては本当になんかこう日本というか、この日本の夏という、日本の夏やったらより、これ伝わってくるような感じがしますけども、すごくこう筆致とかタッチとかが面白いです。これは作品として、これは成り立っている作品ということで、日本ということじゃなくても十分に成り立つようないい作品だなと思います。すごくこう絵の具がパッパッパ、こっちの方が多分この方分かりません、前の絵覚えてませんけど、すごくこれいいですよ。これが展覧会会場にわーっとあったりすると面白そうな気がするので、ぜひぜひこの調子で印象派風というより絵の具の筆致を生かしながら、これで四季が描けるといいですね。柔らかい光の秋の情景を描いてみる、夕焼けの中、同じご神木を見上げてみても、それがこう連作としてあったりしたら、モネのなんていうんですか、罪俵とかモネのルアン大聖堂とかそういった連作シリーズに近いような感じで、例えば4枚でこれ1組ですと送られてきたら、もしかして、入賞かなり上位にいった可能性があるかなと。これ単体で見たらなかなか日本ということに、こちらが感じることっていうのは難しいかなとは思います。はい、こちらの作品です。富士山のせやがったと思うかもしれませんが、このね、この葉っぱの枯れてる葉っぱをちょん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 と置いてる感じがいいんですよ。で、この後ろに奥行きに、例えばポール・セザーヌっていう絵描きさんがサント・ビクトワール山っていうのを描いているんですけども、それじゃないけども、それの富士山バージョンみたいな感じに僕見えたんですね。大夜明け、静岡育ち、静岡生まれ、中高勉強机の前の窓からは富士山が見えました。ゴルフはラウンド中富士山が見える富士山に近いゴルフ場のメンバーです。今住んでいる団地の高台にある徒歩5分の公園からも富士山が見ます。そんなわけで小木曽先生から2本のお題が出された時、迷わず富士山を描くことにしましたと。空気が澄んでいて積雪も多い冬の夜明けの富士山を選びましたと。桜の紅葉を通して手前の町はまだ眠りから覚めておらず、丹沢山系の先の富士山の高いところにのみ朝日が差している景色ですということですという81歳の方。これね、なんか本当にこのね、桜の枯れ葉がまた僕すごいいいなと思ったんですよ。で、確かにこう夜明け前の街並みの中に後ろの方だけ高い山やから朝日が昇ってきたらそこだけバーッと照らされてですね、太陽が昇ってくると街の方に照らされていくんですけど、まず富士山がバッと照らされている瞬間が日にいずる国日本みたいな感じで、これがまた赤く朝日がボンと当たっていることによって本当日の丸のように見えてくる。これを僕ちょっとね、本当は上位もう一個上にしようかなと思ったんですけど、皆さんどうせ富士山とか描くでしょみたいなこと言うたから、ここに残念ながら落ち着いているというところもあるんですが、非常に面白いアイデアを持ってらっしゃるし、これはすごくいい作品だと思いますよ。私がこのアイデア欲しいぐらいです。いつか私もこの場所を教えていただいて、取材に行きたいと思います。神奈川の方なんですね。在住だそうです、今はですね。そしてこちらの作品です。今までありがとうございました。チャンネル登録、そうですね、お願いします。そのままお願いしますと。すっかり日も落ちて、町から少し離れたバス停に無造作に置かれた自動販売機。ね、その前に塾に行くのか、小学6年生くらいの女の子一人でスマホを見ながらバスを待っている。日本では何気ない光景でも、これこそ日本の治安の良さを物語る。ほら、前回かなんか僕そんなポストの時に言いましたよね。自販機とかっていうことね。こういうのでやっぱり十分こうに海外の人から見たら絶対滑稽な景色になるんじゃない、滑稽というか、日本ってっていう風になるんちゃうかなという感じがします。しかしスマホの若年化は SNS でのいじめ、誹謗中傷など様々な問題が引き起こしてこれからの課題の一つだと思いますということで、この厳しい云々からの日本人である名古屋の八百屋さんだそうです。確かにこれ本当にこう日本の治安の良さとバス停の前で、待っているとかっていうこと
でバスを待っているということとかそういうところが描かれていて、非常にでもこれなんかこう自動販売機に比べるとこの女の子えらいでかい気がするんですよね。立ったら自動販売機の一番上まで行きそうな身長な気がして、そこのとこだけが僕ちょっと引っかかって、空の描き方とか電柱とかなんかすごくいいなと思ったんですけど、例えばこれ右側にこれガレージあるじゃないですか。これ立つとこの女の子よりガレージの高さ低い気がするんですよ。っていうこう尺の問題みたいなのがもう少しこうある程度ビタッとはまってきている方がいいんじゃないかなと思ったりします。はい、こちらの作品です。1時間経ちましたよ。今まで毎週お疲れ様でした。過去5回にわたり大変ためになる講評ありがとうございましたと。グリフォンさんですね。今回テーマは日本ということで、一番身近にある国宝当時五重塔に行って撮影してきた写真を元に描きましたと。何度か再建されている現在の塔も350年以上の歴史があります。その歴史の塔を昼間にスマホをかざせば最新の AR 技術、拡張現実によりリアルタイムでライトアップされた夜景として見えるみたいなことができたらというような勝手な妄想を絵に描きましたということで、大丈夫、著作権的にはこれだけ書いてあれば問題ないと思いますよ。大丈夫ですよ。先生信じてください、ネタはパクっておりませんということなんで、スマホ作品をお話しされ、なんかの時、青木茂展に出ていたスマホの作品、この方が私がどこかの動画で話したやつをパクった、全然こんな感じではないので大丈夫ですよ。これ面白いなと思いました。今のこう日本というかこうね、スマートフォンによってこういうこともできるようになってきたけど、昔からあるものとのこうコントラストみたいなので見せている。もっと上手ければいいですよ、この方ね。もっともっと上手くなってきたら、そのシュールレアリズム的になってきて、雲の形なんかっていうのとかももう少しこうなんかこう慎重になっていって、影の部分がちょっと黒すぎるというところがあるので、黒をあまり頼らずに、多少もちろん入れるんですけども、頼らずに、描いていけたらもっともっと良くなる気がします。そしてこちらの作品でございます。可愛らしい絵ですよね。なんか素敵な作品です。これしまった。あれを忘れてました。で、なんか多分水彩だと思いますけども、これを日本というふうに捉えるか否か分かりませんが、ちょっとこう左の方に女の子がいて、こういう着物を着ているところなんか、日本なんだろうなという感じで、いろんなこう世界観が入り混じっていて、非常に可愛らしい作品で、もう絵本みたいな世界観。カブトムシもこれ固有種の、日本の固有種のね、僕が、よく言うてますヘラクレスオオカブトが大きな量販店とかに、売っていて、それが逃げ出して繁殖したら今のミシシッピアカミミガメみたいなってしまうんじゃないか問題というのを私が言うているんですけど、ならないですか？なんか日本の固有種のものを描いているような感じがして、非常に優しく柔らかいすごい素敵な作品だなと思います。はい。そしてこちらの作品です。これは迷いました。この辺りからですね、2巡目です。要は1回見て、あと何枚かは申し訳ないけど入賞レベルじゃなく入選レベルかなということで戻ってきた作品なんですね。だから初めは入賞させようかなと思っていたんです、こちらの作品はですね。でもこれ、紬ということで、出来上がった1枚です。幾多の言葉を集めて、私が喋った言葉ですかね、テーマ2本、カラフルで多彩な個性もあるのに俯瞰で見ると確一的、その輪の中から出ておいで、愛おしい日本ということで、コペンハーゲンに25年、シドニーに1年、クアラルンプールに9年だそうです。この中で日本の実家には、じゃあもう海外生活30何年34年、35年だそうですよ。そうなんですよ。で、なんとなくそういうことかなとは思ったんですが、そこまでじゃあ人は親切かっていうと、ちょこっとこう微妙なところがあって、これやったら僕やったらどうするかちょっとわからなかったんですけども、なんか赤ベースにこう白で、なんかこう日の丸的な感じなのかなっていうことで、なんとなくこういろんなもの飛び出していく人もいれば何かみたいなことなのかなっていうのはパッと見た時には感じたんですが、全くそれを知らない僕はその流れを知っているから、やっぱりそこまでこう感じる力というか感じようと努力はするんですけども、そこまで知らない人にとってみたら何のこっちゃらほいっていう風になるかもしれませんもんね。この方でもいつも面白いアイデアを持ってらっしゃるので、非常に、ものづくりを楽しまれている方だなというふうに思います。
次の作品はこちらです。ね、これはね、葛飾北斎なんだなと思ってね、いいなと思ったんですよ。でももう2巡目に待ってった時に、このぐらいのやっぱりアイデアは、そうかっていうことはね、じゃあ入賞ぐらいのあと16枚ってどれぐらいなんや、みんな、くそーと思ってらっしゃるかもしれませんけども、すごくいいアイデアだと思いますよ。なんかオリンピックによってね、で、この北斎から読んでみましょうか。やっぱ北斎って書いてみますね。テレビ番組に浮世絵が出てきたのを見ましたということで、現在日本を見たら何を感じ、どんな絵を描くのかいろいろ妄想しましたと。最悪の状況を言うと、荒波の中で開かれたオリンピック、それぞれ選手は頑張っているが、その東京は新型コロナという暗雲垂れ込めていると、そんな状況を絵にしてみたくて、普段年間1枚ペースでネチネチ油絵を描いていましたが、今回締め切りまで 1週間しかなくて、いつもと違ったあの方なんだ、いうことだそうですよ。カワセミということだそうです。落選の試練ということだそうです。なんか本当にこれはもうね、すごくこう一発で分かって、暗雲垂れ込めている東京、雷が鳴りそうなところ、オリンピック戦がっていうことでですね。で、別にこれはいいんですけど、もっとこう普遍的な日本でもよかったっていうか、僕はそっちの方を見たかったというか、もちろんこう時事的なことを書くことは悪いことでもないと思うんですけども、なんかこう私個人的に私が審査をされる場合は多分パッと見たらすっごいアイデア面白くてって思うんですけども、私としてはなんか今回はどちらかちょっと16枚じゃなった時に普遍的な部分の日本の方をなるべく選んでいこうかなと。でも普遍的じゃないものももちろん選んではいるんですけども、もうちょっと大きな今というよりももうちょっと大きな問題というのを選んでいったということでございます。そしてやっぱ雲のこれですね。だからこれ、をやっぱりこちらにしました。鬼小兵長くありがとうございましたということで、今回は日本の姿を表現したつもりです。厚く黒い雲のような自然災害、戦争など逆境に覆われても忍耐強く粘り強く逆境から立ち上がってくる日本はうんぬんかんぬんぬんかんぬんということで、いうことですということで、サンドペーパーに書いているということですね。やっぱこの方サンドペーパーにこれ書けるというのはすごいですよね。本当に細かい目ですか？すみません。この方よかったらコメント欄にサンドペーパーの細かい目にパステルで書いてますが、やっぱ技法としてあるんですかね。パステルってでもめっちゃあれじゃないですか。サンドペーパーに書くとすぐなくなってしまうんじゃないですか。よくわかりませんけども、非常に上手な方で、ぜひ YouTube に動画を作ってみてください。こちらの作品です。これ面白いですね。日本のマナーと行儀の良い日本人ということで、4回目の投稿です。時刻通りに来る電車、きちんと並んで割り込みもしない乗車、車内では人に気を使って、背負った前にしたリュックですとかね、携帯を見るだけ、隣の人との会話もひそひそゴミは捨てて持ち帰る、子供は一人歩きも珍しくない、駅に会釈する人もいる。これら日本で当たり前の行為としている日本のマナーです。ところがマレーシアに来て分かったことの一つに、日本で当たり前とすること、上記閉じるは日本の中だけだ。そうなんですね。日本ってマナーはいいですよね。このマレーシアにはこのうち一つとしてありませんとこの国の乗り物で守っているマナーは、若者が年上の人に席を譲る、必ずそうするのはそれだけですということですと。僕ね、これだから本当にそういう点で日本のこれ見てすぐ分かりました。で、なんか大谷翔平君のこれをしている子供がいるっていうのも、なんか日本の本当にもうめちゃめちゃエコということでアメリカの人たちにすごく受けているというのが、大谷君がやっぱりこういう日本人のマナーみたいなのっていうかですね、そういうのもこの絵の中からすごい伝わってきました。もっと上手ければよかったなと思いました。上手くなかったらもう輪郭線描いてしまうぐらいの気持ちとかでも潔くていいのかな。なんか上手に描こうとするあまりに陰影とかに頼りすぎてしまって、いるところがもったいなくて、もっともっとその辺はシンプルに描いてあげた方がいいのかなという気がいたしました。
こちらの作品でございます。1時間を過ぎました。いつもお世話になってます。これ2巡目のあたりで、やはりこちらの入選あたりにということ、惜しかったということですね。いつもお世話になってますということで、日本、蝶々鉢に浮かぶ菊の花を日本に見立てて、その中に、感染拡大の新型コロナを書き入れて、今の日本を表現しましたということですね。平面的な絵になってしまいましたが、ということで、すごくこう、その辺が僕、パッと見て分かりました。で、新型コロナ的なこうやつが入っているのを分かって、やっぱそういうこうチャレンジしているところもいいなと思いますし、何かこう意外とこう前後関係みたいな菊の中にもこう見えたりして、なんか下からまた新しいデルタ株的なやつが出てきおりましたみたいなとか、なんかそういうことを感じさせてもらって、面白いなと思いました。でまあ今回はなんとなくじゃあ残り10枚15枚ぐらいに絞るとなった時に、若干今の日本という風に見えてるやつを削除していくところもあったりとかして、いったり技術的にも少しとかっていうところの人を省いていったりしていっておりますという感じで、一応40枚ぐらいだと思いますけども、入選という形でもう一歩頑張れば入賞とかアイデアとか面白いですよとかいう感じの作品群を集めた今回は回となりました。次回の動画というのは、じゃあ入賞したのはどんな作品だということで、皆様目を凝らしてぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。